おはようございます。センドラです。本日は7月19日土曜日です。羽田発松山行きの飛行機が1時間以上遅れて、もう今日の予定がズタズタです。松山空港に着いたのが10時近く。当然乗りたかった特急に乗ることもできなかったので、早めの昼ご飯ということで松山駅でがっつり食事をいただきます。今日はもうこの後は夕食まで何も食べることができないので、もう腹がはちきれんばかりにいただきました。はい、それでは10時58分発の伊予西条行きに乗って菊間の駅に向かいます。はい、菊間駅に到着です。ただいまちょうど12時。予定よりも1時間半ぐらい遅れちゃいました。今日は53番円明寺まではもうマストで歩いて、可能であれば52番大山寺の近くまで歩こうと思ってたんですよね。で、その近くのバス停から、松山市駅に、出る予定だったんですが、もう完全に予定が狂っちゃいました。円明寺も多分たどり着けないですね。あ、このラーメン屋さんは思い出深きラーメン屋さんです。休業中のようですね。何かあったんでしょうか。はい、返上院を通過します。今日はもうとにかく時間がないので、もう脇目も振らずどんどん歩いていきましょう。接待どころ無事帰るさんが出てきました。前回ここで陶芸品のカエルを頂戴したので、誰かいればそのお礼をと思って寄ったんですが、誰もいませんでした。いつも基本無人なんでしょうか。先日はどうもありがとうございました。暑いですね。ハンバーガー屋の海色さんです。今日本当はここでランチを取る予定だったんですよね。ここのハンバーガーがすごい美味しそうで、確か誰かも食べてましたよね。ここでランチ食べて海見ながら食べたかったんですけどね。今日はいただくことができそうにありません。はい、松山まで残り28キロです。黙々と進んでいきましょう。瀬戸内海の海は穏やかですよね。今日は特に穏やかなんでしょうか。綺麗ですよね。本当にどんだけ見ても飽きません。お、右側に例のものが出てきました。そう、夜逃げ屋グループ。これ何なんですかね。今でもいまいちわかんないんですけど、前回見た時よりもちょっと朽ちてる感じがするのは気のせいでしょうか。これそのうち落っこっちゃいそうですけどね。心配です。海風がある分いくらかマシですが、それでも今日は暑いんですよ。たまんないですね。はい、ここのトンネル2巡目はトンネルを歩いたんですが、結構怖かった印象があったので、今回は1巡目に通ったこの迂回路っていうんでしょうか、こっちを歩きます。本日は7月19日土曜日、3連休を利用して、遍路に来てます。朝一の飛行機で松山入りして10時過ぎぐらいから菊間駅スタートする予定だったんですが、飛行機機材トラブルがあって結局菊間駅に着いたのが12時過ぎでした。2時間弱出遅れてるので、今日明日の行程が予定通りに行くかどうかが心配です。今日夜はビジネスホテルというか普通のホテルを取っているので、チェックインが遅くなるのは構わないんでね、遅い時間まで歩こうということも可能なんですが、円明寺の参拝が私の計算でいくと5時を過ぎるんですよね。円明寺参拝できないとその先が進めないので、そこが今日一つのポイントになるんじゃないかなと思ってます。気温は今35度ぐらいを指してるんですが、歩いてみると思ったよりも海風があって35度よりかは涼しい感じですね。それでもえらく暑いですけど、熱中症にならないように気をつけながら歩いていこうと思います。で、今回もよろしくお願いします。前回のゴールデンウィーク遍路で新しく投入したドローン、これを今回も早く使いたいんですが、使えそうな場所が全然出てきません。チャンスがあったらどんどん使うと思います。はい、松山市に入ります。
ここの Y 字は右に入ります。これ逆打ちだと全然印象が違いますよね。見逃すところでした。この辺に海辺のお宿めぐるさんがあるはずなんですが、やっぱり見つけられません。看板が見当たらないんですよね。はい、国道196号に戻ってきました。ここはおじのっさんと番所跡ですね。これが出てきたら海辺の国道を外れて左に曲がって、河野坂峠の方を歩いていきます。飲み物も準備して、ここから黙々と登っていきます。ただいま1時20分ぐらいかな。スタートして1時間ちょっと経ちました。今 5.5 キロぐらいでしょうか、歩いてきました。このペースでいけばギリギリ陰陽師間に合う計算になりますが、そうはいかないんですよね。特にここから先は河野坂を登って綺麗な、休憩所のあるところですね。今からあそこに挑むんですけど、1巡目の時やっぱり夏にこの辺歩いて、夏というか秋かな、あそこの休憩所にスズメバチが住んでてね、ほぼ休憩できずに逃げたっていう、苦い思い出のある休憩所なので、今7月ですからね、多分やついるんじゃないかと思うんですけど、いたら休憩もそこそこすぐに脱出しようと思います。しかし暑いですね。ただいま気温34度。こまめに水分補給しながら塩分とってね、熱中症にならないように頑張ろうと思います。人通りも車通りもほぼない道に入ってきたので、この辺でドローンの練習をしてみようと思います。2ヶ月ぶりのドローンなんで操作方法を完全に忘れてて、思い出しながらの撮影です。これは後ろから追いかけるフォローモードですね。低アングルから撮ってます。ドローンと格闘しながら歩いてたらなんか道を間違えちゃったみたいですね。どっかを右に曲がんなきゃいけなかったんですけど、まっすぐ来ちゃいました。ただこっちはこっちで景色がいいんで、この道もありかもしれません。続いてサイドフォローを高アングルから撮った、ドローンの映像です。だんだんと操作方法を思い出してきました。向こうに河野坂の休憩所が見えてきました。あそこで休憩しましょう。ここでドローンの撮影もいろいろやってみようと思います。いやー、ここで大失敗しちゃったんですよ。この AI ドローンはもともと撮影モードが登録されてて、ボタンを押せば自動でいろんなモードで撮影してくれるんですけど、実は今回ジョイスティックを買ってマニュアルで撮影するっていうのにトライしようかと思ってたんですよね。それをここの休憩所でやる予定だったんですよ。ある意味今回の変路はここでマニュアルモードで映像を撮る、それがメインだったんですよね。なんですけど、マニュアルモードで飛ばした時は録画ボタンも別に押さないといけなかったらしくて、それ知らなくてですね、マニュアルモードの映像が一切撮れてませんでした。しかもそれ気づいたのがだいぶ歩いてからなんですよね。もう本当にショックです。河野坂の休憩所を越えて今下りの道に入ってます。ここ順打ちの時には地味にきつい上り坂っていう印象のところなんですが、逆打ちで下ってみると快適な道ですね。こんな感じ。この時はまだマニュアルモードの映像が撮れてないことに気づいてないので、早く休憩してどっかでダウンロードしようと思ってホイホイで歩いてる時なんですけどね、この後鎌田石で大きなショックを受けることになります。さっき河野坂の休憩所でちょっと撮影にいろいろ時間かけちゃったんでちょっと押しちゃいましたけど、今のところは大筋順調に歩けてます。天気予報で最高気温34度なんて言ってたんで、7月だけども8月のお盆と一緒かなと思ってたんですが、やっぱり暑さの質がちょっと違うというか、まだ8月のお盆の暑さに比べればだいぶマシですかね。暑いは暑いんだけど時折抜ける風が思ったよりも気持ちよくて、なんだろう、土地柄でしょうか。でもね、思ったよりも歩けてます。ただ
若干頭が重くなってきてるんで熱中症に少しかかってる感じもしますけど、これぐらいだったらなんとか塩分補給しながら水分補給しながら、継続して進めそうなんでね、なんとか今日陰陽師参拝できるといいですけどね。無理して、ダウンしちゃうわけでもいかないし、無理のない程度に急いで行ってみようと思います。お、やっと見えてきました。ついに到着です。番外霊場鎌田石です。はい、鎌田石の参拝が終わりました。ここで、ドローンの映像をスマホに落としたんですが、初めてマニュアルで操作したデータがないことに気づいて猛烈にショックを受けてます。はい、大師橋を渡ります。もう暑いし映像は撮れてないしで、モチベーションがすごい落ちてます。花遍路の町伊予北条、はい、港町の方を経由して海沿いの道を歩いていくことにします。こういうのどかな雰囲気いいですよね。お遍路してるっていう感じになります。ここはあそこですね。もう少し歩けばお大師様に会えるはずです。ここを右に曲がってちょっと行ったとこのここ、番外霊場赤大師です。いやー、またお会いすることができました。1巡目では大変な思いをしましたが、2巡目、ご挨拶して無事結願することもできました。3巡目もぜひ結願できるように応援してください。よろしくお願いします。1巡目の時はここで何にもないここで重っこ転んで奥の、木がある方に倒れて、服が破れるわ、手から血が出るわでもう大変でした。多分1巡目の時に一番大きな怪我をしたのはここだったんですよね。1巡目の時とは若干顔が変わってる気がしますが、それは言ったらいけないことですね。横の自販機でスプライトを買ったらなんとメロンソーダが出てきました。これはラッキーなのかラッキーなのかよく分かりませんが、メロンソーダで喉を潤すこともできたので、遍路道をそれて海の方に出てきました。この辺でドローンの撮影ができないかななんてね、来たんですけど、思った以上に素晴らしい景色です。しばらく海沿いの道を歩いていきましょう。人もいないし、この辺で撮影できそうですね。綺麗な海が見えるように、サイドフォローで、撮ってみます。高さは中アングルですね。いやー、気持ちがいい遍路です。ただいま3時半ぐらいです。綺麗な海を見つけて、ドローンで撮影したらいいかなと思っていろいろやってたら随分時間が経っちゃいました。結論は陰陽師今日参拝するのは諦めました。もう間に合わないですね。明日に持ち越しということで、もう今日は急がないでゆっくりと歩いていこうと思います。時間に余裕ができたのでもう一回、ドローンで撮影してみました。これズームアウトモードという、撮影なんですけど、こんなに離れるんですよね。これ全部自動でやってくれるんで本当に大助かりです。西野毛大師堂に到着しました。1巡目の時にお接待でみかんとかをもらったところですね。ここまで戻ってくれば、紅葉台駅はもうあと少しです。言い忘れてましたが、今日は紅葉台駅で終わりにしようと思ってます。電車の時間までまだ少し余裕があるので、セブンイレブンで、ちょっと涼んでからリスタートします。いやー、今日は暑かったんでね、疲れました。ただいま16時半です。このタイミングで陰陽師までまだ6、7キロぐらいある感じなので、今日はねもう疲れたのでこの辺で終わりにしようと思います。陰陽師まではたどり着けず、手前の、紅葉台だっけ的な駅で、終わりにして、明日は朝早いまだ涼しいうちからそこからリスタートしていこうかなと思います。陰陽師まで残り 6.5 キロだって。このペースでいくと6時半、6時過ぎぐらいですかね、着くの。どうせ農協できないしね。今日はそんな感じで
終わりにしようかなと思います。久々の変動かつ、やっぱり真夏ほどではなくても気温34度、一回ちらっと時計見た時は 36.5 度となりましたけどね、一瞬私の体温かと思いましたけど、気温でした。ちょっとだけ頭痛いですかね。熱中症に若干なっちゃってるようです。あと 1,2 キロ歩いて今日は終わりにしようと思います。紅葉台入り口交差点、ここを左に曲がれば駅はすぐそこです。はい、ただいま16時50分、今日は紅葉台で終わりにします。今日歩いた距離はどんぐらいだろう、18キロから19キロぐらいかな。でも4時間半ということを考えれば、まあ私にしてはまあまあなんでしょうか。もうね、早く風呂入って飯食いたいです。疲れました。でもなんとかこの暑さの中頑張れたんでよしとしましょう。お疲れ様でした。紅葉台駅に到着です。電車の時間を見ながら歩いてたので、待ち時間もほとんどなく、電車に乗ることができます。券売機で、切符を買ったら17時3分の電車に乗って松山駅に向かいます。松山駅からはそのまま、松山市駅に移動して今日のホテルに向かいます。と思ったんですが、ホテルにチェックインしてからまた出て晩飯食べるのめんどくさいので、このまま松近タウンで、食事をしてからチェックインしようと思います。とにかくエネルギーを補給したいので、松近ステーキ食堂さんに、入って、ヒレステーキ、ハイボール付きでですね、がっつり食べさせてもらいました。もう生き返ります。はい、お腹も膨れてほろ酔い気分になったところでホテルに向かいます。今晩のホテルは松山市駅に直結している、レフ松山市駅です。もともと今日ちゃんと歩けてればバスで松山市駅まで戻ってくるはずだったんですよね。しかも明日、文殊院まで歩いてまたバスで戻ってくる時も松山市駅が非常に便利だったので、このホテルにしました。ここがフロントなんですけど、おしゃれな感じですよね。フロントというか朝食会場と一緒なんでしょうけどね。なんか若者向けっていう感じがします。駅前なんでとにかく立地が抜群です。で、ちょっと気になったのはこれ、松山野球拳踊りっていうのがあるんですね。初めて知りました。どんなものなのかすんごい興味がありますけど、8月の8日から10日ということでちょっと見ることはできないようです。はい、チェックインして部屋に向かいます。今回予約した金額が比較的安めの金額だったのでそんなに期待してなかったんですよね。大浴場があるっていうところだけに惹かれて、このホテルを選んだんですが、思ったよりもちゃんとしてる雰囲気です。なんか部屋も期待できそうですね。今回のお部屋は1320号室のシングルルームです。綺麗ですね。まだこれ立ってそんなに立ってないんでしょうか。広さはそんなに広いわけでもないですけど、機能的な作りになってて、これは快適に過ごせそうですね。最近のホテルなので枕元に電源とかもあるし、13階ですから景色も素晴らしそうな感じです。テレビも壁掛けでなるべくスペースを取らないような仕組みになってます。景色こんな感じですね。いい景色です。バスルームです。綺麗ですね。一言で言えば綺麗。お風呂のバスタブもまあまあの大きさがあっていいと思いますが、ここは大浴場があるからね、シャワー浴びるぐらいしか使わないかもしれません。続いて、ランドリーです。入ってすぐのところに、ドラム式の、洗濯機が2台あります。金額はちょっと高めですけど、
途中で乾燥機に入れ直しに来なくて済むっていうのはメリットの一つですよね。それと洗濯機4台、乾燥機が4台。洗濯機は洗剤自動投入型です。一般的なタイプでしょうか。これだけ台数があればもう文句ないですね。はい、お風呂は映像が撮れなかったので、ホテルのホームページから引用させてもらいました。広くて綺麗で本当にゆっくりと入れる、大浴場でした。もう今日疲れました。寝ましょう。おはようございます。いい天気です。今日は朝からがっつり歩きましょう。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。次回は気温34度の中、ひたすら歩いていくんですが、バテそうになるたびにいろんな方に助けていただく、そういう感謝の変動になります。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。